あなたがポンド建てで100万円投資していたら4月は約3000円の損失を被ったのだ。イギリスの GDP が 0.1% マイナスに転落したからなのだ。ちょっと待ってよ。イギリスのマイナス成長が日本の投資家にどうつながるの？ 3000 円の損失ってどういう計算かしら。4月のイギリス経済縮小は実は3つのレイヤーで日本に波及しているのだ。この15分で全部解説するのだ。まず背景から説明するのだ。4月のイギリス、何が起きていたか。3月時点では成長率 0.3% の好調だった。しかしイラン戦争が100日を超えてようやく経済に本格的に波及し始めたのだ。100日ですか。ずいぶん長引いてるんだわね。それでイギリスの経済にどう影響したの？イギリスはネットエネルギー輸入国なのだ。つまり石油やガスを海外から大量に買っている。イラン戦争でホルムズ海峡が不安定化し、タンカーの通行コストが跳ね上がったのだ。4月のイギリスでは石油や燃料のコストが急上昇した。そして驚くべき数字がある。スポーツ、娯楽、観光セクターが 9.1% も落ち込んだのだ。これは過去最大の業界別減少なのだ。スポーツが 9.1%？ なんでスポーツまで戦争で落ちるの？理由は中東でのスポーツイベントキャンセル、ドバイやサウジアラビアでの試合やイベントが中止になった。するとイギリスに本社がある運営企業の売り上げが落ちた。まさに地政学リスクが企業業績に直撃する。そしてサービス業全体で 0.2% 縮小した。これは自動車の部品製造、輸送、旅行代理店など中東との取引が多い業界が軒並み落ち込んだためなのだ。イギリスの調査機関は燃料費の上昇が購買を止めたとコメントしているのだ。つまりね、燃料代が上がるとお店での買い物も減っちゃうってわけだ。イギリス人のドライバーもガソリン代で家計が圧迫されたわね。一言で言うと、昨日スーパーで目玉焼きの値段が1ポンド50ペンス上がっていた。給料は変わらないのにという日常がまさにこの GDP 統計に映っているのだ。ここからが日本への直撃なのだ。 IMF は先進国の中でイラン戦争による成長率低下が最も大きいのはイギリスと警告した。元の予測 1.3% から 0.8% へ 0.5% ポイント下落なのだ。日本への直撃ってどういうことかしら。イギリスが成長率下げるのは日本の関係あるの？日本の投資家は約30兆円をイギリス株やポンド建て資産に保有している。イギリスの GDP 成長率が下がるとポンドが売られるのだ。4月はポンドが146円から144円へ下落した。つまり100万円をポンドで持っていた日本人投資家は単純計算で約1万4000円の損失なのだ。イギリスのスーパーのガソリン代が上がった。その結果、日本の家計資産が目に見えずに減るのだ。私が思うんだけど、これって結局ね、イラン戦争が100日も続いてることが問題じゃない？もし今すぐ停戦したら状況変わるのかしら。良い指摘なのだ。実は最新のニュースでトランプがイラン攻撃を一部中止したと発表した。すると株式市場が反応した。 S&P500 が最大の上げ幅を記録したのだ。つまり停戦の可能性だけでも資産価値が変わるのだ。ここまでで把握すべき2つのポイント。イギリスの GDP 低迷は実はポンド売却という信号を発信した。次に中東リスクの解消で市場が反応する速度は非常に速いのだ。次の危機はスタグフレーションなのだ。イギリスのエコノミストはこれは経済が縮小しながらもインフレが続く最悪のシナリオに入り始めたとコメントしている。4月のヘッドラインインフレは 2.8% のままだからなのだ。スタグフレーション、ちょっと怖い言葉だわね。それが日本の投資家にどう影響するのかしら。スタグフレーションは経済が苦しいのに物は高いという環境なのだ。するとイギリス銀行、中央銀行は利下げすべきか利上げすべきかの判断に迷う。エコノミストの意見では次週の金利据え置き公算が高いという予想なのだ。金利が動かないとなるとポンド投資家はこのままポンドは弱体化していくのかという不安を抱く。するとポンド建て資産を持つ日本人はもっと売られる前に売ろう
と思い始めるのだ。これが投資家心理のサイクルなのだ。整理するのだ。イギリスの GDP0.1% マイナスは遠い話ではなく、日本の投資家資産に月単位で波及している。イラン戦争の長期化で1万4000円単位の損失が生まれ続けているのだ。つまりね、停戦のニュースが出るたびに市場が反応するってわけだ。今のところ緊張緩和の兆しが見えたから、明日以降のポンド相場には注視する価値があるわね。明日は同じ地政学の続編、イラン停戦の合意内容がどう石油価格を変えるかを掘り下げるのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。